どうも、インドリーマン桜コーチです。今日はですね、僕のルームツアーをね、やっていこうと思います。僕なんですけど、普段会社員として働いてて、で、結構テレワークが多いんですけれども、本当に家が大好きでですね、土日も家から出なくて、カフェとかで作業をよくする人もいると思うんですけど、カフェよりも本当に家の方が好きっていう感じで、家で作業できたら幸せっていう人間なんですけど、そんな僕のね、ルームツアーをやっていこうと思いますんで、早速行きましょう。じゃあまずはですね、このリビングですね、一応リビングルームと呼んでるんですけど、ソファーとかテレビが置いてあるエリアを紹介していこうかなと思います。まずはこれですね、ソファーなんですけど、これ結構お気に入りでノイエスというところでね、購入したソファーです。結構コメントとかでね、ソファーどこで買ったんですかってご質問多かったんですけど、ノイエスというところで買ってますと。で結構高かったんですよね。もう僕はボーナス入った時に買ったんですけど、座面がねすごい結構割と硬めなんですよね。で硬めのソファーってねどうなのかなって、柔らかい方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、なんか割とね立ったりしやすくて、僕ソファーでねめちゃくちゃくつろぐかって言われるとそうではなくて、すぐね仕事に戻れたりとか、あとは切り替えるためにソファー座ることが多いので、立ちやすいっていうのはすごいメリットなんですけど、なんか硬くてもねすごく座りやすいんですよね。姿勢が崩れにくい。なので柔らかいソファーよりもね結局くつろげてるみたいな感じになってます。でね、足はアイアンになっててインディゴですね。カバーは変えてオーダーしてるんですけど、ノイエスってなんかすごい保証期間が長くてですね、受注生産なんですけど、カバーをね丸ごと変えられたりするのですごく気に入ってます。長く使おうかなと思ってます。で皆さんちょっと気になってるかもしれないんですけど、この床ですね、床はフロアタイルでモルタル調に張り替えてます。フロアタイルって敷くだけで柄をね簡単に変えられたりするのですごくおすすめです。結構時間かかっちゃったんですけど、 DIY でこの色変えてみたいよっていう方はフロアタイルね探してみてください。そして続いてがですね、こちらの壁ですね。ソファーの後ろの壁なんですけれども、これもリメイクシートでね張り替えてます。貼って剥がせるシートで、これですね1ロール10メートルぐらいでだいたい7000円ぐらいで1ロール買えるんですけど、ここはね2ロールぐらい必要でした。なので1万4000円ぐらいでこの壁の色に変えられて、でソファーと色がね似てるじゃないですか。でこれ結構ねこだわって選んでて、ソファーってでっかいと思うんですよ。部屋の中でもすごいね占有面積大きいので、なんかソファーの色と壁の色がねかけ離れた色だとすごいソファーが浮いちゃって、すごくね圧迫感があるなと思ったので、ソファーの色と壁の色はなるべく近い色にしてこう圧迫感を減らしているという感じですね。でここには絵が飾ってあって、ミンネっていうねアプリで買いました。なんかよくカマンベールチーズとか言われるんですけどカマンベールチーズを飾ってます。これがフロアライトですね。これアートワークスタジオっていうところで買ったんですけど、すごく気に入ってます。でこのテレビボードなんですけど、もう8年ぐらい使ってて、一人暮らし始めた時に買ったんですけど楽天で買いました。だいたい1万円ちょっとぐらいで買えたと思います。でオープンラックのねテレビボードってなんか下がね結構収納むずいじゃないですか。僕めちゃくちゃ今汚いんですけど、なかなかね置くものが大量になってくると散らかっちゃうって感じですね。後ろにあるのが Z ライトっていうライトで、一応間接照明みたいな使い方をしてますね。照明の類で言うと、実はねソファーの後ろにですねこのライトをねテープライトを貼ってるんですけど、だいたい1000円ぐらいで Amazon で買うことができて、見えるかな、このソファーの裏にですね実はねライトを貼ってるんですよね。で僕は Alexa で操作していて、撮影の時とか、あとはリラックスしたい時とかに照明つけてっていうと、この辺の照明をね全部つけてくれたりします。ここにちょっと見えてるかもしれないんですけど、 TP リンクっていうところのコンセントをスマート家電化できるねアダプターを差し込んで Alexa と連携させて使ってます。ちなみにこっちのね、フロアライトもこのフィリップスのねヒューライトっていうのを使っていて、 Alexa で音声操作できるようになってます。ちなみにあっちの Z ライトもフィリップスのヒューを使ってるので音声で操作できます。次はですね観葉植物とかなんですけど、まずこれねドローアラインっていうポールをね置いてるんですよ。これムーブロットって言ってこれ動かすことができるんですよね。簡単にこうキャスター付きなので動かすことができますと。でこのゴールドの真鍮とねこの黒いアイアンがね部屋にマッチしてたので、買いましたと。で観葉植物は開墾植物のグラキリスだったりとか、これユーフォルビアのバリダっていうねなんかかぼちゃみたいなやつですけど、あとサボテンとかね置いてますと。これドライフラワーなんですけど、ホーズっていうねところのジャグですね、ジャグを置いてます。
これなんか本当は水差しなんですけど、そこにドライフラワーとか飾ったらちょっとなんか良さそうだなと思ってこのホーズのジャグを買いました。でドライフラワーはなんか吉祥寺のお店でなんかとりあえず買った記憶がありますね。でネイビーはソファーの色と合わせてますという感じですね。あんまりね部屋で色が多くなるとなかなかおしゃれのハードルって上がっちゃうんですよ。難しくなる。だから色はなるべく絞ってその色に合わせてアイテムを置いていくと統一感が出て結構おしゃれになるかなと思います。あとはここにあるのがフィカスのベンガレンシスっていうゴムの木ですね。今ようやく葉っぱが開いてきてなんか毎年ね葉っぱが大きくなってるんでそれが成長楽しみだったりするんですけど、このモンステラもすごく大きくなってて、観葉植物飼ってからですねなんかテレワークとかインドアでなんか寂しくなるっていうことがねあんまりなくなりましたね。この植物と一緒になんか成長できてるみたいな感覚に勝手にとらわれてるんですけど、葉っぱが開いたとかなんかそういうところにねちっちゃい喜びを感じるようになったりとか誰かと一緒にいるぞみたいな感覚になるんですごく植物おすすめです。でね一応これがダイニングテーブルなんですけどこれ DIY しました。この足なんですけど足アイアンのパーツは奏で物っていうところで買っていて、でこの天板はですねマルトクショップというところでこのサイズに切ってくださいってオーダーしました。でそれをくっつけているって感じですね。でこのチェアも奏で物っていうところで買いました。僕の家アイアン多いなって思ったと思うんですけどアイアンに、木のパーツがついているっていうのが僕の好みですね。でねこれがですねあんまり部屋で見せたくないものたちなんですけどなんか赤いクッションと赤いスツールなんですよね。このソファーにねクッション置いてたんですけどすごいコントラスト強いじゃないですか。でこういうねパキッとした色明るい色でコントラストが強いと部屋にねごちゃごちゃ感がちょっと出ちゃうわけですよ。僕がですね部屋のインテリアでこう何か買うってなった時に意識してるのはなるべく部屋のね色と近い色からかけ離れたものを買わないことでですね、このセンターテーブルなんですけど実は前デスクとして使ってた作業机に Amazon で買ったこの DIY 用の足をねくっつけてるんですよ。でこの足なんですけどだいたい Amazon で5000円ぐらいで買うことができて、ただ天板にドリルドライバーでくっつけるだけで皆さん DIY できてしまうので、もしなんか余ってる板があるとかいう方は是非ですねこういう感じで DIY してみるっていうのも面白いかなと思います。黒い足と木のパーツっていうのがすごい部屋の中に多いと思うんですけど、その中でもねちょっと注意してることがあって、この木はねちょっと明るいじゃないですか。で奥にあるセンターテーブルとテレビボードはちょっと暗い色なんですよ。でこの色をね本当は統一した方がいいんですけれども、ちょっとですねセンターテーブルを先に買ってしまって、そしてこのダイニングテーブルを後に買ってこっちの色を気に入ってるので、センターテーブルとテレビボードの色本当は変えたいんですよ。ただそこにやたらめったらお金突っ込むのももったいないなということで使い続けてるんですけど、やっぱね木の色っていうのは結構ね違いが出やすいので、この色はなるべく揃えるようにした方がいいかなと思います。で奥にあるフロアライトですね、こいつがちょっと元凶なんですよ。こいつが明るい色になってしまったせいで、このダイニングテーブルの色っていうのをね明るくした方が良くなっちゃったんですよね。なぜならセンターテーブルとテレビボードの方が安く買い替えられるから。なのでこのアイアンっていうところはね遵守してるんですけど、皆さんもね木のパーツがある家具を買う時は色っていうのもね気をつけた方がいいと思います。ギリギリこういう中間色であれば、なんかああいう濃い色が置いてあったとしてもちょっと対応はできるかなと思いますね。でちなみにここにあるのが山崎実業のサイドテーブルで、これもね木の色があるんですけど、これも中間色ぐらいですかね。上には観葉植物を置いてると。そして次がこれですね、ダルトンの両面時計なんですけど、これを本当に両面時計というからにはもう片方じゃなくてもう片方からも時計時間を見ることができるというアイテムで、今木の話したばっかりなんですけど、この木色を変えようと思って塗ったんですけど全然色が変わらなくて、この明るい色になっちゃってます。ちょっとこれはね気になるポイントなんですけど、仕方なく使ってるって感じですね。でこのダルトンの両面時計なんですけど、こう釘で打って固定しなきゃいけないので、僕はね 2x4 の板をかませてこのラブリコっていうね、突っ張り棒にできるアイテムを買って、この下にもね突っ張ってると。天井に突っ張ってるっていう感じです。そこにこのダルトンの両面時計を引っ掛けてます。これも Amazon で買えるのでリンク貼っときますね。あとはねダーツボードが置いてあるんですけど、僕学生時代からすごいダーツ好きで一人で6時間ぐらい投げに行ったりとかしてたんですけど、そんなめちゃめちゃうまくはないですけど、家でね暇つぶしだったりとかストレス発散にはこのダーツボードすごくいいですね。一応ですね Bluetooth で接続してアプリでですね点数とかも出るようになってる機械です。これも突っ張り棒で突っ張ってるっていう感じで、やっぱ賃貸ってね突っ張り棒便利ですよね。
ここにもですね突っ張り棒あるんですよねドローアラインです。さっき動くタイプを説明したんですけど、僕んち謎のねこういう段差があるので、ここに天井で突っ張って収納を増やしたらいいかもって思ってですね、ここに収納してます。なんか別売りでフックとかもね、あとはトレイとかも買うことができるので、いつも使うカバンだったりとか、あとは出かける前に使う香水とかアクセサリーとか、あとは財布とかね、小銭入れとかを置いてます。なので出かける前に使うグッズをこのドローアラインで突っ張って収納にしてるって感じです。続いてがですね、こちらが仕事机ですね。はい、ここでよく仕事とか YouTube の編集とかしてます。これ椅子がね、岡村のシルフィーっていう椅子なんですけど、かなり座り心地いいです。あとはお気に入りアイテムちょっとだけご紹介すると、このキーボードですね。トープレのリアルフォースっていうキーボードなんですけど、すごい打ち心地いいです。あんまり疲れない。あとはね、ちょっと棚が汚くて恥ずかしいんですけど、ここがね充電ステーションになってたりとか、マイクとかね YouTube の機材とかよく置いたりしてる。でこっちにはよく使う小物とかを収納してるんですけど、これペグボードっていうアイテムでいろいろねこういうパーツだったりとかをくっつけてお好みの収納にすることができるんですよね。なのでデスクに置く収納とかとしてはすごいいいので、これはぜひですね概要欄からチェックしてみてください。でここが一応玄関なんですけど、帰ってきてすぐにね傘立てを置いてまして、これ山崎実業のアンブレラスタンドなんですけど、いい傘持ってないんでねビニール傘とかになっちゃうんですけど、これ折りたたみ傘だったりとか、あとはこれコートのブラシなんですけどとか、鍵とかね引っ掛けておけるので、これ結構おすすめです。で帰ってきて横にはコートハンガーを置いてまして、これも山崎実業のねスリムコートハンガーっていうコートハンガーなんですけど、僕コート全然持ってなくて、冬用の1着とあと春秋用のコートですね。もうシーズンごとに1着ごとしか着ないって決めてるんで、これをずっと着てるって感じで、代わりにいいコート買ったりもするんですけど、それを長く着るっていう感じで、これをね常に置いてます。で帰ってきたらブラシかけたりとかして、大事に使ってますよという感じですね。靴はですねこの2つがよく使うんですけど、エンダースキーマのスリッポンみたいなシューズでかかとがないんですよね。すごい楽です。スニーカータイプなんですけど、すごく歩きやすい。でこっちがマルセルっていうところのなんかねスリッポン、これもスリッポン、かかとないやつ大好きなんですけど、これ便所サンダルみたいじゃないですか便所サンダルなんだけど、これなんか10万ぐらいするんですよ。アホですよね。10万の便所サンダル履いて歩いてるやついるんですよね、世の中には。アホなんですけど、そのぐらい気に入ったものは長く使うタイプなので、手入れとかして大事に使ってますよという感じですね。でね、ここがね靴を収納してるんですけど、すごいスペース余っちゃってるんですよね。そんなに物増やしても僕お気に入りのものばっかり履いちゃうタイプなんで、そもそも買わないようにはしてるんですけど、一応何着か持ってますよと。仕事で使う靴とかもあるんでね、これがスニーカーですかね。スニーカーあんま履かないんですけど、これちょっとなんか厚底なんですよね。マーカブやってとこの靴ですね、スニーカー。でこれはなんかスノボ行く時とかに歩きやすいからよく履いてるんですけど、ニューバランスのよくわかんない時に買った靴ですね。これはエンダースキーマですかね。トレッキングシューズみたいなデザインですごい可愛らしいんですよね。よく履いたりしてたんですけど、最近はもうかかとがないシューズばっか履いちゃってるんでね、あんま履いてないです。でこいつがですねヒステリックグラマーってとこの靴なんですけど、これ学生時代ねこれ5年ぐらい履いたんですよね。もうすり減りがやばいですよねそのぐらいなんか長くは履いたりするんですよね。これがパラブーツってところのサンダルで、夏はよく履いたりしますね。すごい歩きやすいですし、これねベルトの部分が伸び縮みするんで、実はですねゴム入ってるんですよ。なのでこれベルト外さなくてもね履くことができるので、すごい夏場はおすすめのサンダルです。でこっちがこれなんか三原康弘と、あとなんだこれマーチンだっけ、マーチンのコラボかな。あとは仕事の時に使うような靴ですかね。でここに一応革靴とかねスウェードの靴よく持ってるので、お手入れをね欠かさないようにしてるので、なんかお手入れグッズがねいろいろと入っていたりするんですけど、こんな感じでよくお手入れをしてますよと。あと一応シーリングライトはですね、これもアートワークスタジオっていうところのシーリングライトを使ってるんですけど、これもね、アレクサとかでつくように設定してます。でですね、僕んち結構スマート家電でいろんな家電つないでて、例えば上のシーリングライトとか、あとは撮影の照明だったりとかね、いろんなものをスマートデバイスでつないでるんですけど、例えばアレクサ撮影照明消してっていうと、いろんなソファーの後ろのライトだったりとか、あとはフロアライトとかもね消えてくれるっていう感じで、アレクサリビングの電気つけて、
こんな感じでリビングの電気とかもねつけたり消したりしてくれると、こういうですね、スイッチボットハブミニだったりとか、こういうスイッチボットボットっていうね、物理的にボタンをこう押したりしてくれるデバイスだったりとか、そういうのを使ってですね、こういう部屋の中をですね、電気とか、あとはエアコンとかもそうですね、エアコンつけてって言ったらエアコンつけてくれるし、あとおはようって言ったら設定したところの電気だけ全部つけてくれたりとかするとかね、そういう感じでなるべく手間をかけないようにね、してますと。結構めんどくさがり屋なので、電気つけてっていう声出すのすらめんどくさかったりするんですけど、こういうスマート家電一回導入しちゃうとすごく便利なので結構おすすめです。でですね、僕の部屋のインテリアを作る上ですごい注意したポイントっていうのは、ところどころご説明はしたんですけど、なるべく色をね3、4色ぐらいでまとめるっていうところと、あと素材ですよね。素材の中でもこういう僕は黒いアイアンですねが多めになってます。例えば椅子の足だったりとかも黒のアイアンだったりとかでまとめてると。でそれを決めたらそれじゃないものは買わないって強い意志を持つことがすごく大切で、違うもので例えばさ、僕でもこのアイテムおしゃれだなって単品に対してすごいおしゃれだなって思うことあるわけですよ。でもそれよく部屋の中を考えたら、これ合うのかな果たしてとか、自分で決めたルールに合ってないなって思ったら絶対買わないっていう風にしていくと余計なものも増えないし、あとはインテリアの邪魔もしなくなったりするので、すごいおすすめですっていうことを赤いクッションがあるそばで言ってるんで説得力ないんですけどおしゃれのハードルをねすごい下げるには、色の統一感と、あと買うものを絶対決めておくっていうのがすごく大切。決めておくっていうか、買わない決意をするっていうのがすごく大事ですね。いいなって思ってもこれはうちには当てはまってないから買わないって決めるのがすごく大事です。ということで今日はですね、僕のルームツアーをしたわけなんですけども、気になるアイテムがあったらもう全部概要欄にリンク貼っておくので、僕がですねネットですごい時間かけて実は探したりしたものも結構あるんですよ。なのでなかなかねこうやってこれだぞこれだぞってやると僕の部屋のコピーができてしまうので、本当はあんまり紹介したくないんですけど、一応リンク全部貼っておきますので、僕の部屋の中でね気になったものがあったら是非買ってみてください。普段はこういったライフスタイルとかインドア生活とか商品紹介の動画アップしてるので、是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。